ベリジータは強い。私は。これはどういうことだ。旦那様。汚すだけでは飽き足りないとでも言うのか。タロッコの絵柄が消えている。レルミタの目的は何だ。無の中にある真理を求めることか。ネベ、出立の準備を。はい。テオは。モンドの監視として残るように伝えてくれ。ではこれをもって我々とルチェリーノとの友好を誓うと宣言する。そなたの力あってこそこの会合は叶った。感謝する。ええ、お嬢さんの力じゃない。あなたを取り巻く世界が幸運の巡り合わせだっただけよ。あなたに一番近い人間があのファミリーを血の運命から救い出す道へと動かしていたの。さあ、自分が思っているより簡単にほだされちゃったけど、こんな生き方も悪くないわ。さっきの書面の通り、私たちは商談以外のことには関与しない。安心しろ。足元ではなく前を見ている限り我々は敵にはならない。そして我々が次の天災に備えるべきはタロッコの力ではない。人間の力だ。そしてあの男にもうアガタの名前に縛られない道を作ってやろう。ウィルという人物の存在はこちらでも掴んでいたのだけど、一体何者なの？目的も持たず自己満足の世界に浸っている哀れな男だ。それに縛られているのだ。タロッコの代償によってデビトからそなたの記憶が抜け落ちているという話だったな。父さんが覆い隠していた真実も一緒に失っているのね。本当にそれでいいの？友よ、私はデビトの母にも恋人にもなれぬが死になることはできた。私は認めていないけど、銀ハイネコは弟のようなものだと思っている。あいつにとってこれ以上の家族はないだろう。そなたはどうなりたい？自分の心は他人に命令できないんでしょ？ああ、それでいい。ノルディアの挨拶回りもこれでおしまいか。たくどこに行っても式はまだか、お嬢様はどこだってうるせえったらね。こっちは覚えがねえってのに。結婚なんて言葉冗談じゃねえ。確か
そう思って口に出したことがあった気がすんな。はあ、肩のあたりに顔が見えて、興味深く見上げてくる視線が痛いくらいで、当たり前のように俺の隣に置いていた存在。その形はぼんやりとしていて、どう考えてもお前しかいねえんだよな。何？いや、考え事してただけだ。へえ、いきなりだな。そういうことならムード重視のいい場所に行こうぜ。レガーロ一の色男の名前はノルディアでも伊達じゃねえってことを教えてやるぜ。まずはこのゴンドラからの景色を見てみろよ。だろ？明かりが漏れるガラスの光が絶景なんだ。少し喜びすぎじゃねえか？一旦乗っちまえばゴンドリエールは目的地まで口を聞かない。とっておきの告白をするにはいい場所だよな。あんな毎日一生懸命デートに誘ってたら誰でもわかるだろ。ほら、早く言わねえと目的地に着いちまうぜ。じゃあ俺から聞くか。お前は俺のどんなとこに興味を持ったんだ？ああ。それで、お前はどうするんだ？早めに返事したいとこだが、先客がいるみてえだ。いや、待っていたよ、忍者。その呼び名はやめろ。これは君の仕業か？さあ。消したんだな。俺の仕業じゃねえよ。忍者は自分の能力とともにタロッコに描かれている己を消した。世界とその周囲の代償がなくなってもタロッコが元に戻らないと意味がない。俺はそれが不満なんだ。この絵にはアガタとの思い出が詰まっている。この事態を回避するにはいいんじゃ。つまり宿主である君の命が尽きれば問題ない。へえ。能力が消えたとはいえ、代償を肩代わりし消し続けているのは忍者のほかない。一度宿主との契約を解消すれば
忍者はこのタロッコに戻るしかないからな。まったく。いらない手間をかけさせてくれる。で、わざわざここまで追ってきたのか？もともと大アルカナは、宿しているだけで身体能力が上がる。それすらなくした君は、俺の相手にもならないよ。というわけで、死んでくれるかい？それでいい。あとは任しときな。そら！望めばいくらでも相手になってやるぜ。その前にその手のブーツをよこしやがれ。小賢しいな。一つ言っておくが、タロッコはそんな銃ごときで破壊することはできない。ああ、ちっとこのタロッコで遊んでみねえか。頼りになるじゃねえか。んじゃあ任せたぜ。フェルチータ！タロッコ！てめえはどこ見てんだ？アルカナ能力をなくしても銃の扱いは覚えてるんだぜ。忍者だけでない。いずれは他の能力も絵柄と共に消える。それでいいのか？俺は良くない。タロッコという傑作を失ってしまうことが耐えられない。何？束縛だと？旦那様。ネーベ。旦那様は、私の契約を破棄させることより、絵柄が消えることを悲しんでいるのですか？もし、そうでないなら、一つお願いがあります。目の前にいる私のために、この無地のカードに絵を描いてくださいませ。ネーベのための絵。はい。私、旦那様の描いた花かるたが見たいです。私のための、私の絵札。描いてくださいますか？ネーベ。朝になっちまったか。いい加減お前に返事しねえとな。期待させてたら悪いが、別にお前のこと全部を思い出したわけじゃね
ただ、今の俺がお前のことを考えた時に、そんな言葉が見えただけだ。レルミタが消そうとしている記憶に誰かが必死に抗っている。いつの間にか、ギガンのアメジストはペリドットに変わってた。こいつを作ったのはルカだが、それだけじゃない。そうなるまでの何かがあった。そこには、お前が関係しているんじゃないかってな。どうだ、あながち間違っちゃねえだろ。いや、俺は余計なことまで考えすぎるとこがある。それが当たってるかどうかは当事者に聞かねえとわかんねえ。もういい。フェリチータ。これが俺の返事だ。記憶が消えても、感覚がお前を覚えていたんだと思うぜ。こうして紙に触れると、指先から喜びを感じる感覚は気のせいじゃなかったんだな。バールで酒飲んでても、カジノにいても、ずっと誰かを待っている感覚は気のせいじゃなかった。お前の見てきた俺を信じるぜ。ああ。出会った年数が長けりゃいいってもんじゃねえよな。その時の一番が、俺なら最高だ。心配が一つある。一生懸命なお前が好きなのは、本当に俺なのか？俺自身が忘れている俺のことじゃないのか？それじゃやっぱり足りねえな。もっと積極的に強引に思い出させようとしてもよかったんじゃねえか？お前はもう少し自分勝手になっていい。一人きりでそんな思いをさせたくねえんだ。そうか。じゃあ聞いてくれ。俺も、フェリチータが好きだ。まあ、約束する。だから、もっとその声で、俺の名前を呼んでくれ。恋を信じてくれてありがとう。私はいなくなっても、あなたは恋人たちを対面する。さよなら、私の宿主。レルミタ、どうして笑うんだ？ああ。なあ。今からノルディアで結婚式しちまおうぜ。挨拶回りした時にどこでもせかされてたからな。
書面一つで花嫁の出来上がりだ。なあ、こっち向けよ。大行な祝福はいらない。俺の名前を呼んでくれるお前がいればいい。どうしてだ？そうです。私たち抜きで勝手に結婚式をしないでください。俺に黙って美味しいもの食べる気なの？二人とも。おいおい、なんでてめえらがここにいるんだ？お嬢様、私もいますよ。そりゃバンビーナに対するルカちゃんの日頃の行いだろ。そんな。デビット、あなた今、お嬢様への日頃の行いって。まだ全部は思い出してねえんだから黙ってろ。はあ、まったく。変なところにプライドを持っているんですね。俺、お腹が空いたよ。さて、今からアガタに頼み込んで酒盛りでもするか。賛成。その通りです、お嬢様。ここはレガーロではないのですから。今のデビトの様子を見る限り、もう不要なものかもしれませんが、お嬢様の忘れ物を届けに来たんですよ。思い出のきっかけがあれば、お嬢との記憶も戻せるかもって思ってさ。これです。ん？メイドトリアーデが掃除をしている時に見つけたそうです。一緒に置いてあった贈り物と思われるものも持ってきました。ああ、いい匂いだな。この機会だから手紙も読んじゃいなよ、お嬢。だってさ、デビト。デビト？ナターレの時期にリストランテでデートとか羨ましい。ナターレ？見せてみろ。え？今お嬢が読み上げてくれたでしょ？待ってください。デビト、もしかしてあなた。聴力に異常が出ているんじゃないですか？え？もし、今まで耳鳴りや幻聴を聞いていたとしたら、それも忍者の仕業なのかもしれない。そんなのわかんないよ。予兆はあったということでしょうか。俺、
全然気がつかなかったんだけど。デビトのことです。表情と口元さえ見ていれば、大体のことは把握できるんでしょう。そっか。付き合い長いのがあだになっちゃったか。だからデビトの変なプライドは厄介なんです。自分では気を使わせまいとしているのかもしれませんが、逆です。それに、耳のことがなくても、金貨のセリエをジェルミに任せる気でいたみたいだし。近い将来、自分が裏からファミリーを支えるという覚悟をしてたんでしょう。俺が言うのもなんだけど、デビトも勝手だよね。ええ。ウィル、タロッコの契約は、私たちに影響を与えることはもうないという話でしたね。ああ。放っておけば、運命の輪で覚醒した忍者の能力で、他の契約を消すことができる。しばらくすれば、アザもスティグマータごと消えるだろう。ですが、デビトの聴力は戻らない。レルミタがそれを欲している限りはな。なんで？タロッコの代償は消えたんでしょ？ええ、あなたの体がその証拠です。でもデビトに起きている事態は代償とは違うもの。どうして、私は今も昔も無力なんでしょうか。錬金術は万能ではない。そんなことは分かっているのに。そこまで理解しているなら、やはり君は優秀な錬金術師だ。タロッコを作った本人にもどうにかできないの？これはレルミタの呪いなのかもしれない。なんだよそれ、納得できない。いつも目の前にある真実から目を背けていた宿主には、他人の言葉は必要ないと判断したのだろう。お嬢は？デビトと一緒にいます。ねえ、さっきルカは自分のことを無力って言ったけど、それは違うよね。そんなことは。デビトのペリドットのことも、昔からお嬢を清く正しく見守っていたのもルカだ。だったら、これから先も俺たちにはできることがある。ああ、だから、その涙を止めてくれねえか。フェル。ああ、フェリチータ。もっと、その唇で、俺の名前を紡いでくれよ。なあ、声ってのは空気の震えってことだろ。それを一番近くで感じる方法がある。言葉を発する場所で音を感じさせてくれ。泣くなよ。泣いたってやめねえし。じゃあそうする。ああ、お嬢のこと泣かしてる。これだから
あなたにはお嬢様を任せられないんです。やっぱりデビトには俺たちが必要だと思わない？思うでしょ？思ってよね。父ちゃん。ええ、その通りです。ああ、フェル、聞いてくれるか。この耳は音を拾わねえのに、あいつらの言ってることが面白いほどにわかるんだ。不思議だろ？やっとお前の笑顔が見れたな。じゃあ、いつもみてえに、うまい言い訳考えるか。頼んだぜ。こんな幸福の中に、俺はいたんだな。そうか。レルミタは孤独だった。それは、タロッコの話ですか？いや、俺の思い出に残っているレルミタのことだ。思い出の中。彼は自分が目の前の知識という暗闇に比べていかに無知であるかを知っている。無になることで手の届かぬ場所へと行ってしまった。俺ではレルミタをこの世界につなぐことができなかった。でも彼は違う。宿主である彼には信じられる恋人がいて、心を託せる友がいる。彼らは孤独ではない。君たちに真実の祝福があらんことを。フェリチータ、その声で俺を呼んでくれ。ああ、やっぱりお前の声は耳に馴染む。